読書は推し活。2025年8月にアニメ化が発表され、これからますます注目されそうな作品ですね。読んでいて衝撃だったのは、冒頭のシーン。男の先輩社員が芦川さんは不在の間に彼女の飲みかけのペットボトルを平然と飲むんです。第22回相川哲也賞を受賞した本格ミステリー小説です。講釈に主人公が涙ながらに喝を入れるところが好きでした。もしあなたがある朝目覚めたらみんなから完全に忘れられてたら、いわゆる溺愛系の作品が好きな方にはぜひおすすめしたいですね。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回は本オタクの私が8月に購入した10冊をレビューしていきます。小説、一般書、漫画の順にランキング形式で紹介します。チャプターを用意しているため、よろしければご活用ください。また、概要欄に各作品のリンクも貼っているため、気になった作品があれば、ぜひ読んでみてください。まず、小説、一般書からです。8月はバタバタしており、読めたのは3冊だけでした。来月こそはもっと読みたいと思いつつ、8月読んだ3冊をランキング形式で紹介します。今月の小説、一般書ベスト3。今月の小説、一般書第3位は、小説の技巧です。著者はイギリスの学者で小説家でもあるデイビッド・ロッチ。原著は1992年に刊行され、日本語訳は白水社から1997年に出版されました。この本は小説の技法について50の項目を取り上げ、それぞれ見開き3ページほどで解説しています。各項目には必ず具体例となる小説が挙げられていて、引用を通して理解できるのが特徴です。イギリス文学が中心で、時々アメリカやフランスの作品も登場しますが、日本の小説はありません。また、純文学よりの作品が多いので、日本の小説やエンタメ小説にそのまま応用できるかというと疑問も残りました。翻訳を介している以上、どっちが伝えたかったニュアンスが 100% 受け取れているか不安な部分もありますし、私自身がエンタメよりの小説を好むので、途中で集中力が切れそうになることもありました。それでも、読んでよかったと思える部分は多かったです。特に過去形は物語にとって自然な時勢であるという指摘。これは小説を書く時の時勢で迷っていた私にとって大きなヒントになりました。習字法、直译や意義といった比喩表現を改めて整理できたり、サスペンスとミステリーの違いを明確に理解できたのも収穫でした。サスペンスは次にどうなるって謎で、ミステリーはどうやってやったって謎で読者の興味を引く違いがあるらしい。こうした技法を意識して読むと小説の見え方が変わります。ちなみに他の読者からは、読むことで小説をより深く味わえるようになるという声が上がっています。私は執筆の参考にと手に取りましたが、著者自身はこの本を小説をもっと楽しむための入門書と位置づけています。だから創作をしない方でも小説が好きな方ならきっと面白く読めるはずです。今月の小説一般書第2位は、美味しいご飯が食べられますようにです。著者は高瀬淳子先生で、本作は2022年に第167回芥川賞を受賞した作品です。物語の中心にいるのは芦川さんという女性。彼女は体調不良を理由に頻繁に早退したり、面倒な研修の日には必ず休んだり、忙しい時期でも一人だけ早く帰宅してしまうような人です。普通なら周囲から厳しい目で見られるはずなのに、彼女はなぜか弱い人として許される存在なんです。しかも迷惑をかけたからと職場に手作りのお菓子を差し入れして、みんなから美味しい、すごいと褒められる。読んでいると、お菓子作る時間があるなら仕事したらと突っ込みたくなるんですが、それでも周りは彼女を受け入れてしまうんですね。そんな芦川さんを取り巻く2人の視点から物語は描かれます。1人目は恋人のニタニで、芦川さんを軽蔑しながらも弱さが可愛いと思って付き合い続けている人物。2人目は後輩の塩で、彼女だけは芦川さんの弱さを許さず、周りの人にするのと同じように仕事を振るんです。物語はこの2人の視点が交互に描かれ、やがて恋人のニタニの視点だけに収束していきます。読んでいて衝撃だったのは、冒頭のシーン。男の先輩社員が芦川さんが不在の間に彼女の飲みかけのペットボトルを平然と飲むんです。その後、飲んだことを昼休憩から戻ってきた本人に冗談交じりに伝えても、芦川さんはいいですよと許してしまう。周囲は引きながらも、どうやらそれが一度きりではないらしい。常識が通じない場面に猛烈な不快感を覚えつつも、一気に引き込まれてしまいました。この小説のテーマの一つは、弱い人を許す社会だと思います。芦川さんの弱さを知ったからこそ結婚相手になり得ると考えたニタニ。もっとひどい人もいるのだから、彼女はまだマシだと折り合いをつける管理職。正義の味方を気取るパートのおばさん。登場人物それぞれが少しずつ歪んでいると私には感じられました。きっと彼らは弱い人に優しくすること、存在を許すことで自分の中の何かを満たしている人たちなんだろうと思います。みんな見て見ぬふりがうまい、取り繕うのがうまい。腹の中で何を抱えていようと、上辺では芦川さんに優しく接する、優遇する。だって弱い人は守らないといけないって教えられてきたから。不器用なお塩だけが違っていて、だからこそあの結末になったやろうけど、
物語が終わった後も足川さんの周りにいる人たちは自分の中の何かを満たすために彼女に優しくするんだと思います。足川さんの視点は描かれなかったため、彼女の腹の中はわかりませんが、計算高い人にも見えません。ずっと家族でさえ彼女の弱さを許してきたからこそ、優遇されることが彼女の当たり前になっている。弱い方が勝つ世界、弱いことを許されてきた人が勝つ世界、真面目な人が負ける世界、虚しくなるけれど、現実のあらゆる職場に、学校に、コミュニティに、そんな世界が広がっています。読者が弱さと優しさについて考えさせられる、そんな一冊でした。本日の小説、一般書第1位は、体育館の殺人です。著者は、地雷グリコで話題になった青崎優吾先生。本作は第22回相川哲也賞を受賞した本格ミステリー小説です。読みどころは第4章の最後に差し込まれる読者への挑戦状。途中までの手がかりをもとにあなた自身も推理に挑戦できるという仕掛けになっています。探偵役は浦染テーマ、重度のアニメオタクで、テストは全教科満点という秀才、しかも部室に住み着き、アニメグッズを買うためだけに探偵役を引き受けるという変人キャラです。読者からは平成のエラリークイーンとも呼ばれていて、トリック重視の姿勢が高く評価されています。ただ正直に言うと、文章は少し読みにくかった。視点がコロコロ変わって誰目線なのかわからなくなることもしばしば。デビュー作やから仕方ないのかなと思いつつ読み進めました。学校が舞台ということもあってか、登場人物がとにかく多く、容疑者を把握するだけでも大変。最初は読者への挑戦を楽しもうと思っていましたが、登場人物の発言や特徴を覚えきれなかった私は、途中で犯人当てを諦めて物語を追うことにしました。ネタバレになるため具体的には言えませんが、一点だけ、〇〇を使う可能性は、と感じてしまったところはありました。しかし、それ以外の部分は、さすが天才探偵と言える観察力、推理力でした。本格ミステリーが好きな方、特に読者への挑戦に燃える方にはぜひおすすめです。ネット上でもトリックはフェアできちんと論理で解けるという評価が多く、青崎優吾さんの力量が光るデビュー作だと思いました。続いて漫画です。漫画は ebook Japan で購入しています。洗い出してみると見事に小説原作の漫画ばかりになっていました。今月の漫画ベスト7。今月の漫画第7位は悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありませんの5巻です。2024年1月にはテレビアニメが全12話で放送されました。アニメをきっかけに原作やコミカライズに手を伸ばした方も多いんじゃないでしょうか。主人公は乙女ゲームの悪役令嬢兼裏ボスに転生してしまった少女弓枝。目立ちたくないのにゲーマーの血が騒ぎ、気づけばレベル99で世界最強に。周囲から恐れられつつも実際は無自覚で天然なところが可愛らしいキャラクターです。悪役令嬢ものといえば破滅回避を目指すのが定番ですが、この作品は強すぎて逆に心配されるという設定が斬新で、他の作品とは一味違う魅力があります。漫画版第5巻では、弓枝の人間関係に大きな変化がある人物のレベル上げのため、一緒にダンジョンに潜りますが、この人物が成長すれば、弓枝を理解してくれる貴重な仲間になりそう。黒髪忌避や魔王復活など暗い要素もありながら、読後感はライトでポップ。重たい展開よりもキャラクター同士の掛け合いや弓枝の愛嬌を楽しむ作品です。アニメから入った方はもちろん、まだ作品を知らない方にもおすすめしたい一作です。今月の漫画第6位は、激公爵夫人の役割だけを求めてきた、氷のバラと歌われる旦那様が家庭内ストーカーと化した件の1から5巻です。タイトルからしてインパクト抜群よね。物語の舞台は異世界、主人公のビオラは貧乏伯爵家に生まれた令嬢で、実は前世の記憶を持つ転生者です。激公爵であるアルバートと政略結婚するのですが、夫の口から告げられたのは、君に求めるのは公爵夫人の役割だけ、という冷たい言葉でした。アルバートは氷のバラと呼ばれるほど冷徹で、人との関わりを避ける人物なんです。ところが、そんな彼にビオラは自由気ままな行動で少しずつ影響を与えていきます。彼女が屋敷の空気を変えていく中で、氷のようだったアルバートがだんだんと彼女を気にかけるようになっていく。その変化の過程がとにかく魅力的。最初は冷たく突き放していたはずが、気づけばビオラの些細な行動まで観察してしまう。家庭内ストーカーに変貌していくというギャップがたまりません。ジャンルとしては女性漫画、異世界ファンタジーに分類されますが、ただのラブコメではなく、アルバートの抱えるトラウマや過去も丁寧に描かれていて、そこに複雑な仕掛けもあって、ストーリーに深みを与えています。最新韓国館ではタイトル通りすっかり家庭内ストーカーになっていました。いわゆる溺愛系の作品が好きな方にはぜひおすすめしたいですね。アルバートがどこまで甘々になっていくのか続きが楽しみです。今月の漫画第5位は翻訳破棄されたので好きにすることにした無3から4巻です。物語の主人公はメルティガル公爵家の令嬢クロエ。第二王子キリフのお飾り婚約者として生きていましたが、王子の浮気発覚&婚約破棄。その衝撃で前世は OL だったという記憶が蘇ります。
せっかく転生したんだし、もう好きに生きようと決意したクロエは、小屋敷を飛び出し、王女の子の駅士だったエーリヒと逃避行へ。エーリヒは見習い騎士の時にクロエの屋敷で働いていたため、二人は顔見知り、協力者からだんだんと甘い展開になっていくところが魅力的な作品です。またこの世界では魔法使いが3種類に分かれているというのも面白い設定です。力が弱い順に説明すると、魔力がないため、魔石を媒体に魔法を使う魔術師、魔力があり魔石を作れる、一国に5人ほどしかいない魔導士、そして願ったことは何でも叶ってしまう最強の魔女。主人公のクロエはこのうち魔女を消した。願ったことが何でも叶うなら逃亡も簡単じゃんと思いきや、魔女の才能に開花したばかりのクロエはまだ使い方がよく分かっておらず、地道にギルドのクエストをこなしていくことになります。最新刊では身を隠してきた二人に危機が訪れ、そしてまさかの展開にどう戦っていくのか続きが気になりますが、きっとハッピーエンドで終わると信じています。総じて魅力的な設定とキャラの成長、そして恋愛要素が絶妙なバランスで組み合わさっていて、異世界ジャンル好きには間違いなくおすすめできる作品です。今月の漫画第4位は、ママ母の心得の1から2巻です。あらすじをざっくり説明すると、漫画世界の悪役警母に転生してしまった話。漫画の主人公となるノアを虐待する役割でしたが、実際会ってみると、まだ3歳のノアがめちゃくちゃ可愛い。虐待なんてできるか、むしろ全力で幸せにしたい、と前世知識を使って育児に勤しんでいた。だんだんと冷たい夫の態度も変わっていくという、異色かつほっこりする転生子育てファンタジーになっています。夫の公爵は女嫌いで元妻の面影があるノアと話そうともしません。そんな公爵に主人公が涙ながらにカツを入れるところが好きでした。貧乏令嬢かつ前世の記憶がある主人公はバイタリティに溢れていて、純粋にノアの幸せを祈っているところが癒されるし、何よりノアが抜群に可愛い。これどこまで描くんやろうね。元の漫画の主人公のように成長したノアも気になるけど、冒頭のワンシーンを見る限り、そこまでは描かれなさそうかな。恋愛や育児だけでなく、経営や政治的陰謀なども含んだ魅力的なストーリーとなっています。未読の方はぜひ読んでみてください。きっとノアの可愛さにメロメロになります。今月の漫画第3位は、レベル999の村人の18から19巻です。タイトルを見て、村人ってモブキャラでしょと思った人も多いと思います。でもこの主人公、レベル999なんです。最弱ジョブとされる村人なのに、血すら恐れない努力を積み重ねて最強クラスにまで上り詰めたという設定がめちゃくちゃ熱いんですよね。主人公の鏡浩二は、あるきっかけで魔族の少女エリスと出会い、やがて自分だけでなく、世界全体を守るために戦っていくことになります。キャラ同士の関係性や成長がしっかり描かれていて、ただのバトル漫画じゃなく、ドラマ性も感じられるところが魅力です。そして注目したいのが、2026年にテレビアニメ化が予定されている点です。バトルシーンが魅力的なので、原作を読んでいる人はもちろんアニメから入っても楽しめる作品やと思います。ネタバレを避けるため詳しくは言えませんが、18から19巻では第2部とも言える展開になっています。第2部もクライマックスかと思いきや、新たな試練が与えられたり、お話はまだまだ続きそうですね。異世界系って地位と能力がある主人公の物語を気軽に楽しむって作品が多いと思うんですが、本作は違います。とにかく人間ドラマが素晴らしくて泣ける作品です。20巻近くあり、読み応えも抜群。長期連載のハマれる漫画を探しているという方におすすめです。今月の漫画第2位は、溶けた月のメルセデス、吸血鬼の貴族に転生したけど捨てられそうなのでダンジョンを制覇するの5巻です。本作は異世界×吸血鬼漫画です。先日、吸血鬼漫画15選の動画を公開したんやけど、うっかり本作を入れ忘れてしまいました。2025年8月にアニメ化が発表され、これからますます注目されそうな作品ですね。物語のジャンルは異世界転生ファンタジー。人間という種族はありない世界。主人公の少女は吸血鬼の貴族に転生するのですが、母が側室のため、食べ物も暮らしも庶民同然です。そこで彼女は生き残るために探索者、シーカーとなり、ダンジョンを攻略していくことになります。吸血鬼という強力な種族に転生したはずなのに、立場はとても不安定。それを知恵と行動力で覆していく展開がとても面白いです。実際に読んでみて思ったのは、ダンジョン攻略ものの爽快感と吸血鬼という設定ならではのダークな雰囲気の両方が楽しめるという点です。バトルシーンも迫力があってテンポよく進むので、ページをめくる手が止まりませんでした。アニメ化された時に迫力が出るだろうなと思うシーンがたくさんあります。5巻では皇族の秘密が明らかに、強くなるにつれ感情がどんどん薄れて冷徹になっていく主人公やけど、以前のバトルであったような限界に近づきながらも仲間と共闘し打ち勝つみたいな熱い場面がまた見たいな。5巻のラストは謎が提示されて終わってしまいました。続きが気になります。吸血鬼ものや異世界転生ものが好きな方、ダンジョン攻略系の冒険ファンタジーが好きな方にはぜひおすすめしたい作品です。気になった方はぜひ手に取ってみてください。
今月の漫画第1位は、忘却聖女の6巻です。もしあなたが朝目覚めたら、みんなから完全に忘れられてたら、そんな背筋がゾッとするような設定から始まる忘却聖女。不思議な設定の先には、記憶という繊細なテーマを巧みに描く世界が広がっています。主人公はマリベルという聖女。彼女は歴代でも屈指の治癒と浄化の力を持ちながら、一夜にして存在ごと忘れられてしまいます。しかし、ただ一人だけが彼女を覚えていました。それが新海エレです。マリベルとエーレ二人で協力し、忘れられた世界で再起を図る、そのしなやかさとけなでさに、心がキュッとつかまれます。この作品が魅力的なのは、ただのファンタジーでは終わらず、人間ドラマとしての深みがあるところ。記憶をテーマに、スラムに落ちた聖女、選定の儀式、彼女をめぐる疑念、記憶の食い違いなど、緩急のある展開に、次どうなるのとページをめくる手が止まりません。今回読んだ第6巻で物語は終わりを迎えました。直前の第5巻では主人公が徹底的に追い詰められ、辛い展開だっただけに、最終的にハッピーエンドで終わって本当に良かったです。ファンタジー好き、ミステリー好き、泣ける物語が読みたいという方におすすめの本作。完結したこのタイミングで全6巻をぜひ読んでみてください。以上、法オタクが8月に購入した10作のレビューでした。気になった作品はありましたか？皆さんが最近読んだ本もぜひ教えてください。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。